皆さんこんにちは。先週、私は韓国へ旅行に行きました。その旅行についてお話しします。水曜日。水曜日は朝から少し緊張していました。この日は韓国へ旅行に行く日だったからです。前の日に荷物をまとめておいたので、朝は落ち着いて準備ができました。天気はとてもよく、窓の外に青い空が広がっていました。旅行日和の明るい朝でした。まず家を出る前にもう一度荷物を確認しました。パスポートやチケット、財布、携帯電話などをしっかりチェックしました。出発の時間が近づいてきたので、玄関で靴を履き、ドアを閉めました。外の空気が少しひんやりしていて、気持ちが引き締まりました。空港までの道はスムーズでした。電車の中では窓の外の景色を眺めながら、これからの旅行のことを考えていました。空港に着くと多くの人がスーツケースを持って歩いていました。チェックインをして荷物を預けました。その後、出国手続きをして搭乗口までゆっくり歩きました。飛行機に乗ると少し緊張しましたが、座席に座ると気持ちが落ち着きました。機内では静かな音楽が流れていて、気分が穏やかになりました。離陸の時に少し耳が痛くなりましたが、空に上がると雲の上の景色がとても綺麗でした。白い雲が光を受けて輝いていて、まるで夢の中にいるようでした。韓国に着いて飛行機を降りると空港の中は明るくて清潔でした。案内の文字がハングルで書かれていて、新しい国に来た実感が湧きました。入国審査を終えて荷物を受け取り、外に出ました。外の空気は少し湿っていて、日本よりも涼しく感じました。タクシー乗り場に向かい、ホテルまで行きました。ホテルに着くと、スタッフが親切に迎えてくれました。チェックインをして、部屋の鍵を受け取りました。部屋の窓からは、ソウルの街並みが見えました。高いビルが並び、遠くには山も見えました。荷物を置いて少し休みました。ベッドに横になると、朝からの移動の疲れが少し出てきました。休憩の後、外に出て街を歩きました。ホテルの近くにはたくさんのカフェやお店が並んでいて、人々が賑やかに歩いていました。道路の角では屋台があり、トッポッキやキンパのいい香りがしていました。その香りにつられて
少し食べてみました。甘辛いソースの味がとても美味しくて体が温まりました。その後、デパートに入りました。中は広くてたくさんの人で賑わっていました。韓国のコスメや服を見て回り、いくつかお土産を買いました。店員の人が笑顔で話しかけてくれて、短い会話をしながら楽しく買い物ができました。お金を払うときに少し緊張しましたが、無事に支払いを終えました。夕方になって街の明かりが少しずつ灯りました。道路の両側にある看板がカラフルに光って、まるで映画の中のようでした。レストランを探して歩いていると、焼肉のいい匂いがしてきました。そのお店に入り、夕食をとることにしました。鉄板の上でお肉が焼ける音がして、食欲が湧いてきました。お肉は柔らかくてとても美味しかったです。キムチやスープもついていて満足の食事でした。食後は少し散歩をしました。夜風が気持ちよく、街の明かりが川の水に映っていました。観光客の姿も多く、みんな楽しそうに写真を撮っていました。私もスマートフォンで何枚か写真を撮りました。光の中に笑顔が映ってとてもいい思い出になりました。ホテルに戻ってシャワーを浴びました。温かいお湯に当たると一日の疲れがすっと取れました。髪を乾かしてからベッドの上で今日の出来事を思い出しました。空港の景色、街のにぎわい、そして食事の味。どれも新しくて楽しい経験でした。明日も良い一日になるように願いながら静かに目を閉じました。木曜日。木曜日は韓国での旅行2日目でした。朝、目を覚ますと窓の外は少し明るく、街の音が聞こえました。ホテルの部屋で軽く身支度を整え、荷物をまとめました。前の日に計画した通り、今日は街を散策して観光を楽しむ日です。ホテルの朝食を食べてから外に出ました。街は昨日よりも賑やかで人々が行き交っていました。観光客も多く、カメラを持った人たちがたくさん歩いていました。空気は少しひんやりしていましたが、歩くのにはちょうど良い天気でした。まず、有名な市場に行きました。市場の中は活気があり、野菜や果物、韓国のお菓子や小物が並んでいました。屋台ではトッポッキやおでんが売られていて、香ばしい匂いが漂っていました。
歩きながら少しずつ試食をしました。味はどれも新鮮で、香りも良く、とても美味しかったです。市場を出て、次に近くの寺院に行きました。石段を登ると、広い庭と古い建物が見えました。静かで落ち着いた場所で、風に揺れる木の葉の音が心地よかったです。境内を歩きながら写真を何枚か撮りました。遠くに見える街の景色も美しく、韓国の文化を感じることができました。その後、公園を散歩しました。池の周りを歩くと、木々の間から太陽の光が差し込みました。カモが泳いでいて、子供たちが遊んでいる姿も見えました。公園内のカフェで少し休憩しました。温かい飲み物を飲みながら街の様子を眺めました。雨の降らない穏やかな日で、とても心地よい時間でした。午後はショッピング街へ行きました。カラフルな看板が並ぶ通りを歩きながら、服やアクセサリーを見て回りました。店員の人が親切に対応してくれて、商品の説明を聞きました。少し迷いながらも自分の気に入ったものを買うことができました。街の通りは少し混んでいましたが、歩きながら周りの景色を楽しむことができました。夕方になるとレストランで夕食を食べました。韓国料理のビビンバを注文しました。ご飯に野菜やお肉、辛いソースが混ざっていて、とても美味しかったです。食事の後、近くの川沿いを歩きました。街の明かりが水面に映り、光の反射がきれいでした。観光客や地元の人たちが写真を撮っていて、賑やかな雰囲気でした。ホテルに戻る前に小さなカフェに寄ってコーヒーを飲みました。温かい飲み物を手に持ちながら歩き疲れた体を少し休めました。外の空気は夜になり少し冷たくなっていました。しかし、カフェの中は落ち着いた空間で静かに過ごすことができました。ホテルに戻るとシャワーを浴びて体を温めました。髪を乾かしてパジャマに着替え、ベッドに横になりました。今日一日のことを思い出しながら、買い物や観光の写真を整理しました。窓の外は夜の街の明かりがきれいで、雨も降っていませんでした。静かな夜を感じながら、ゆっくりと目を閉じました。金曜日。金曜日もまだ韓国にいました。旅行の日が続いていましたが、この日は特に予定をたくさん入れず、ゆっくりと過ごすことにしました。
朝、目を覚ますと、窓の外に柔らかな光が差し込んでいました。昨日、たくさん歩いたせいか、少し体が疲れていました。ベッドの上でしばらく伸びをしてからゆっくり起き上がりました。ホテルの部屋で軽く準備をして朝食を食べました。パンと果物、そして温かいお茶を飲みながら外の景色を眺めました。道路には通勤する人たちが歩いていて、街が少しずつ動き出している様子が見えました。旅行中でも、こうして静かに朝を迎える時間が心地よく感じられました。朝食の後、少し部屋を片付けてから外に出ました。天気はよく、青い空が広がっていました。風は冷たくなく穏やかでした。今日は観光地を巡るよりもゆっくり街を歩いてみようと思いました。大きな通りを外れて小さな路地に入ると地元の人たちが暮らす静かな街並みが広がっていました。通りの角に小さなパン屋があり、焼きたてのパンの香りが外まで漂ってきました。思わず中に入り、チーズパンとコーヒーを買いました。店の中には穏やかな音楽が流れていて、地元の人たちが楽しそうに話していました。窓際の席に座ってゆっくり朝の時間を過ごしました。その後、近くの伝統市場に向かいました。市場には地元の野菜や韓国の食材、かわいい雑貨が並んでいました。お店の人と軽く挨拶を交わしながら、いくつかお土産を見て回りました。香辛料の香りや人々の明るい声が混ざって、とても賑やかでした。韓国語の看板を見て、異国の雰囲気を改めて感じました。昼ご飯の時間には、前の日に見つけた小さな食堂に入りました。店の中は静かで落ち着いた雰囲気でした。ビビン麺を注文して出てきた料理を見た瞬間、思わず笑顔になりました。色とりどりの野菜が盛り付けられていて、見た目もきれいでした。少し辛かったですが、とても美味しかったです。午後は街を散歩しました。道の両側には、おしゃれなカフェや雑貨屋が並んでいて、若い人たちで賑わっていました。小さなギャラリーに立ち寄ると、地元のアーティストの作品が展示されていました。色鮮やかな絵や写真を見ていると、旅の時間が少しゆっくり流れるように感じました。夕方になると少し雲が出てきました。公園のベンチに座って空を眺めました。風が穏やかに吹いていて、遠くから音楽が聞こえました。
道を行き交う人たちの姿を見ながら、もうすぐ帰る日が近いなと思いました。旅行の最後の日が近づくと、いつも少し寂しくなります。夜はホテルの近くで夕食をとりました。チゲ鍋を注文して、熱いスープをゆっくり味わいました。体の中から温まって、ほっとした気持ちになりました。食事の後、少し夜の街を歩きました。店の明かりが通りを照らしていて、人々の声や笑い声が響いていました。韓国の夜は、どこか活気がありながらも、優しい雰囲気がありました。ホテルに戻ってからお風呂に入りました。湯気が立ち上がるのを見ながら、今日の一日を静かに思い出しました。観光地を回った日も楽しかったけれど、こうして何も急がずに過ごす一日も心に残るものです。旅行の終わりが少しずつ近づいていることを感じながら、ベッドに横になりました。窓の外には夜の光が静かに揺れていました。そうして穏やかな気持ちのまま眠りにつきました。土曜日。土曜日は日本に戻る日になりました。朝、まだ外が少し暗いうちに目を覚ましました。窓の外には静かなソウルの街が広がっていました。前の日まで賑やかだった通りも、この時間は人がほとんどいませんでした。カーテンを少し開けると、淡い朝の光が部屋に入ってきました。その光を見ながら、もう帰る日なんだと思い、少し寂しい気持ちになりました。荷物は前の晩にだいたいまとめておいたので、この朝は最後の確認をしました。スーツケースの中を見ながら、買ったお土産をきれいに並べ直しました。韓国のお菓子、化粧品、小さなキーホルダー。どれも旅行の思い出が詰まったものばかりでした。荷物を閉めるとき、少し名残惜しい気持ちになりました。チェックアウトの時間まで少し余裕があったので、ホテルの近くを散歩しました。まだ人の少ない街の中を歩くと、静かな空気の中に昨日までの活気が残っているように感じました。道の端に咲いている小さな花を見たり、閉まっている店の看板を眺めたりしました。そうしながら旅行の最後の朝をゆっくり過ごしました。空は薄い雲が広がっていて、柔らかな光が街を包んでいました。ホテルに戻ってチェックアウトを済ませた後、タクシーに乗って空港へ向かいました。車の窓から見える景色を眺めながら、この数日間のことを思い出しました。
市場で見た賑やかな人々、カフェで飲んだコーヒー、夜の街の光。どれも鮮やかに心に残っていました。旅はあっという間でしたが、たくさんのことを感じられた時間でした。空港に着くと多くの旅行者で賑わっていました。出発ロビーには大きなスーツケースを持った人たちが並んでいて、あちこちで写真を撮ったり話したりしていました。私も手続きを済ませ、荷物を預けました。チケットを受け取ると、いよいよ帰国の実感が湧いてきました。搭乗まで少し時間があったので、空港内のカフェに入りました。大きな窓から滑走路が見えて、飛行機がゆっくりと動いていました。コーヒーを飲みながら静かに外を眺めました。旅の終わりにはいつもこうして少し寂しさと安心が混ざった気持ちになります。韓国での楽しい日々を思い出しながら、またいつか来たいと心の中でつぶやきました。飛行機に乗り込むと窓の外には灰色の雲が広がっていました。離陸の時、体が少し浮く感覚がありました。下を見下ろすと、ソウルの街が少しずつ小さくなっていきました。何度か旅行をしても、この瞬間だけはいつも特別に感じます。韓国で過ごした数日間が遠ざかっていくのを見ながら静かに目を閉じました。しばらくして日本の空港に到着しました。外に出ると空気の感じが少し違っていました。どこか懐かしくて落ち着く匂いがしました。入国手続きを終えて外に出ると秋の風が頬に触れました。韓国より少し涼しくて心地よい空気でした。やっと帰ってきたという安心感が広がりました。電車に乗って家に帰る途中、窓の外に広がる景色を見ながら、少しずつ日常の気持ちに戻っていきました。家に着くと玄関の匂いがとても懐かしく感じました。靴を脱いで家に入ると静かな部屋が迎えてくれました。スーツケースを置き、まずお茶を入れました。湯気が立ち上るのを見ながら深く息をつきました。旅行の疲れが少し残っていましたが、心は満たされていました。その夜、写真を見返しながら、韓国での出来事を思い出しました。市場のにぎわい、ホテルの窓から見た夜景、そして美味しい食事。どれも色鮮やかに記憶に残っていました。またいつか行こうと思いながら、静かにベッドに入りました。旅の終わりと日常の始まりを感じる夜でした。外では秋の虫の声が
静かに響いていました。皆さんこんにちは。先週、私は韓国へ旅行に行きました。その旅行についてお話しします。水曜日。水曜日は朝から少し緊張していました。この日は韓国へ旅行に行く日だったからです。前の日に荷物をまとめておいたので、朝は落ち着いて準備ができました。天気はとてもよく、窓の外に青い空が広がっていました。旅行日和の明るい朝でした。まず家を出る前にもう一度荷物を確認しました。パスポートやチケット、財布、携帯電話などをしっかりチェックしました。出発の時間が近づいてきたので、玄関で靴を履き、ドアを閉めました。外の空気が少しひんやりしていて、気持ちが引き締まりました。空港までの道はスムーズでした。電車の中では窓の外の景色を眺めながら、これからの旅行のことを考えていました。空港に着くと多くの人がスーツケースを持って歩いていました。チェックインをして荷物を預けました。その後、出国手続きをして搭乗口までゆっくり歩きました。飛行機に乗ると少し緊張しましたが、座席に座ると気持ちが落ち着きました。機内では静かな音楽が流れていて、気分が穏やかになりました。離陸の時に少し耳が痛くなりましたが、空に上がると雲の上の景色がとても綺麗でした。白い雲が光を受けて輝いていて、まるで夢の中にいるようでした。韓国に着いて飛行機を降りると空港の中は明るくて清潔でした。案内の文字がハングルで書かれていて、新しい国に来た実感が湧きました。入国審査を終えて荷物を受け取り、外に出ました。外の空気は少し湿っていて、日本よりも涼しく感じました。タクシー乗り場に向かい、ホテルまで行きました。ホテルに着くと、スタッフが親切に迎えてくれました。チェックインをして、部屋の鍵を受け取りました。部屋の窓からは、ソウルの街並みが見えました。高いビルが並び、遠くには山も見えました。荷物を置いて少し休みました。ベッドに横になると、朝からの移動の疲れが少し出てきました。休憩の後、外に出て街を歩きました。ホテルの近くにはたくさんのカフェやお店が並んでいて、人々が賑やかに歩いていました。道路の角では
屋台があり、トッポッキやキンパのいい香りがしていました。その香りにつられて少し食べてみました。甘辛いソースの味がとても美味しくて体が温まりました。その後、デパートに入りました。中は広くてたくさんの人で賑わっていました。韓国のコスメや服を見て回り、いくつかお土産を買いました。店員の人が笑顔で話しかけてくれて、短い会話をしながら楽しく買い物ができました。お金を払うときに少し緊張しましたが、無事に支払いを終えました。夕方になって街の明かりが少しずつ灯りました。道路の両側にある看板がカラフルに光って、まるで映画の中のようでした。レストランを探して歩いていると、焼肉のいい匂いがしてきました。そのお店に入り、夕食をとることにしました。鉄板の上でお肉が焼ける音がして、食欲が湧いてきました。お肉は柔らかくてとても美味しかったです。キムチやスープもついていて満足の食事でした。食後は少し散歩をしました。夜風が気持ちよく、街の明かりが川の水に映っていました。観光客の姿も多く、みんな楽しそうに写真を撮っていました。私もスマートフォンで何枚か写真を撮りました。光の中に笑顔が映ってとてもいい思い出になりました。ホテルに戻ってシャワーを浴びました。温かいお湯に当たると一日の疲れがすっと取れました。髪を乾かしてからベッドの上で今日の出来事を思い出しました。空港の景色、街のにぎわい、そして食事の味。どれも新しくて楽しい経験でした。明日も良い一日になるように願いながら静かに目を閉じました。木曜日。木曜日は韓国での旅行2日目でした。朝、目を覚ますと窓の外は少し明るく、街の音が聞こえました。ホテルの部屋で軽く身支度を整え、荷物をまとめました。前の日に計画した通り、今日は街を散策して観光を楽しむ日です。ホテルの朝食を食べてから外に出ました。街は昨日よりも賑やかで人々が行き交っていました。観光客も多く、カメラを持った人たちがたくさん歩いていました。空気は少しひんやりしていましたが、歩くのにはちょうど良い天気でした。まず、有名な市場に行きました。市場の中は活気があり、野菜や果物、韓国のお菓子や小物が並んでいました。
屋台ではトッポッキやおでんが売られていて、香ばしい匂いが漂っていました。歩きながら少しずつ試食をしました。味はどれも新鮮で、香りも良く、とても美味しかったです。市場を出て、次に近くの寺院に行きました。石段を登ると、広い庭と古い建物が見えました。静かで落ち着いた場所で、風に揺れる木の葉の音が心地よかったです。境内を歩きながら写真を何枚か撮りました。遠くに見える街の景色も美しく、韓国の文化を感じることができました。その後、公園を散歩しました。池の周りを歩くと、木々の間から太陽の光が差し込みました。カモが泳いでいて、子供たちが遊んでいる姿も見えました。公園内のカフェで少し休憩しました。温かい飲み物を飲みながら街の様子を眺めました。雨の降らない穏やかな日で、とても心地よい時間でした。午後はショッピング街へ行きました。カラフルな看板が並ぶ通りを歩きながら、服やアクセサリーを見て回りました。店員の人が親切に対応してくれて、商品の説明を聞きました。少し迷いながらも自分の気に入ったものを買うことができました。街の通りは少し混んでいましたが、歩きながら周りの景色を楽しむことができました。夕方になるとレストランで夕食を食べました。韓国料理のビビンバを注文しました。ご飯に野菜やお肉、辛いソースが混ざっていて、とても美味しかったです。食事の後、近くの川沿いを歩きました。街の明かりが水面に映り、光の反射がきれいでした。観光客や地元の人たちが写真を撮っていて、賑やかな雰囲気でした。ホテルに戻る前に小さなカフェに寄ってコーヒーを飲みました。温かい飲み物を手に持ちながら歩き疲れた体を少し休めました。外の空気は夜になり少し冷たくなっていました。しかし、カフェの中は落ち着いた空間で静かに過ごすことができました。ホテルに戻るとシャワーを浴びて体を温めました。髪を乾かしてパジャマに着替え、ベッドに横になりました。今日一日のことを思い出しながら、買い物や観光の写真を整理しました。窓の外は夜の街の明かりがきれいで、雨も降っていませんでした。静かな夜を感じながら、ゆっくりと目を閉じました。金曜日。金曜日もまだ韓国にいました。
旅行の日が続いていましたが、この日は特に予定をたくさん入れず、ゆっくりと過ごすことにしました。朝、目を覚ますと、窓の外に柔らかな光が差し込んでいました。昨日、たくさん歩いたせいか、少し体が疲れていました。ベッドの上でしばらく伸びをしてからゆっくり起き上がりました。ホテルの部屋で軽く準備をして朝食を食べました。パンと果物、そして温かいお茶を飲みながら外の景色を眺めました。道路には通勤する人たちが歩いていて、街が少しずつ動き出している様子が見えました。旅行中でも、こうして静かに朝を迎える時間が心地よく感じられました。朝食の後、少し部屋を片付けてから外に出ました。天気はよく、青い空が広がっていました。風は冷たくなく穏やかでした。今日は観光地を巡るよりもゆっくり街を歩いてみようと思いました。大きな通りを外れて小さな路地に入ると地元の人たちが暮らす静かな街並みが広がっていました。通りの角に小さなパン屋があり、焼きたてのパンの香りが外まで漂ってきました。思わず中に入り、チーズパンとコーヒーを買いました。店の中には穏やかな音楽が流れていて、地元の人たちが楽しそうに話していました。窓際の席に座ってゆっくり朝の時間を過ごしました。その後、近くの伝統市場に向かいました。市場には地元の野菜や韓国の食材、かわいい雑貨が並んでいました。お店の人と軽く挨拶を交わしながら、いくつかお土産を見て回りました。香辛料の香りや人々の明るい声が混ざって、とても賑やかでした。韓国語の看板を見て、異国の雰囲気を改めて感じました。昼ご飯の時間には、前の日に見つけた小さな食堂に入りました。店の中は静かで落ち着いた雰囲気でした。ビビン麺を注文して出てきた料理を見た瞬間、思わず笑顔になりました。色とりどりの野菜が盛り付けられていて、見た目もきれいでした。少し辛かったですが、とても美味しかったです。午後は街を散歩しました。道の両側にはおしゃれなカフェや雑貨屋が並んでいて、若い人たちで賑わっていました。小さなギャラリーに立ち寄ると、地元のアーティストの作品が展示されていました。色鮮やかな絵や写真を見ていると、旅の時間が少しゆっくり流れるように感じました。夕方になると少し雲が出てきました。
公園のベンチに座って空を眺めました。風が穏やかに吹いていて、遠くから音楽が聞こえました。道を行き交う人たちの姿を見ながら、もうすぐ帰る日が近いなと思いました。旅行の最後の日が近づくと、いつも少し寂しくなります。夜はホテルの近くで夕食をとりました。チゲ鍋を注文して、熱いスープをゆっくり味わいました。体の中から温まって、ほっとした気持ちになりました。食事の後、少し夜の街を歩きました。店の明かりが通りを照らしていて、人々の声や笑い声が響いていました。韓国の夜は、どこか活気がありながらも、優しい雰囲気がありました。ホテルに戻ってからお風呂に入りました。湯気が立ち上がるのを見ながら、今日の一日を静かに思い出しました。観光地を回った日も楽しかったけれど、こうして何も急がずに過ごす一日も心に残るものです。旅行の終わりが少しずつ近づいていることを感じながら、ベッドに横になりました。窓の外には夜の光が静かに揺れていました。そうして穏やかな気持ちのまま眠りにつきました。土曜日。土曜日は日本に戻る日になりました。朝、まだ外が少し暗いうちに目を覚ましました。窓の外には静かなソウルの街が広がっていました。前の日まで賑やかだった通りも、この時間は人がほとんどいませんでした。カーテンを少し開けると、淡い朝の光が部屋に入ってきました。その光を見ながら、もう帰る日なんだと思い、少し寂しい気持ちになりました。荷物は前の晩にだいたいまとめておいたので、この朝は最後の確認をしました。スーツケースの中を見ながら、買ったお土産をきれいに並べ直しました。韓国のお菓子、化粧品、小さなキーホルダー。どれも旅行の思い出が詰まったものばかりでした。荷物を閉めるとき、少し名残惜しい気持ちになりました。チェックアウトの時間まで少し余裕があったので、ホテルの近くを散歩しました。まだ人の少ない街の中を歩くと、静かな空気の中に昨日までの活気が残っているように感じました。道の端に咲いている小さな花を見たり、閉まっている店の看板を眺めたりしました。そうしながら旅行の最後の朝をゆっくり過ごしました。空は薄い雲が広がっていて、柔らかな光が街を包んでいました。ホテルに戻って
チェックアウトを済ませた後、タクシーに乗って空港へ向かいました。車の窓から見える景色を眺めながら、この数日間のことを思い出しました。市場で見た賑やかな人々、カフェで飲んだコーヒー、夜の街の光。どれも鮮やかに心に残っていました。旅はあっという間でしたが、たくさんのことを感じられた時間でした。空港に着くと多くの旅行者で賑わっていました。出発ロビーには大きなスーツケースを持った人たちが並んでいて、あちこちで写真を撮ったり話したりしていました。私も手続きを済ませ、荷物を預けました。チケットを受け取ると、いよいよ帰国の実感が湧いてきました。搭乗まで少し時間があったので、空港内のカフェに入りました。大きな窓から滑走路が見えて、飛行機がゆっくりと動いていました。コーヒーを飲みながら静かに外を眺めました。旅の終わりにはいつもこうして少し寂しさと安心が混ざった気持ちになります。韓国での楽しい日々を思い出しながら、またいつか来たいと心の中でつぶやきました。飛行機に乗り込むと窓の外には灰色の雲が広がっていました。離陸の時、体が少し浮く感覚がありました。下を見下ろすと、ソウルの街が少しずつ小さくなっていきました。何度か旅行をしても、この瞬間だけはいつも特別に感じます。韓国で過ごした数日間が遠ざかっていくのを見ながら静かに目を閉じました。しばらくして日本の空港に到着しました。外に出ると空気の感じが少し違っていました。どこか懐かしくて落ち着く匂いがしました。入国手続きを終えて、外に出ると秋の風が頬に触れました。韓国より少し涼しくて心地よい空気でした。やっと帰ってきたという安心感が広がりました。電車に乗って家に帰る途中、窓の外に広がる景色を見ながら、少しずつ日常の気持ちに戻っていきました。家に着くと玄関の匂いがとても懐かしく感じました。靴を脱いで家に入ると静かな部屋が迎えてくれました。スーツケースを置き、まずお茶を入れました。湯気が立ち上るのを見ながら深く息をつきました。旅行の疲れが少し残っていましたが、心は満たされていました。その夜、写真を見返しながら、韓国での出来事を思い出しました。市場のにぎわい、ホテルの窓から見た夜景、そして美味しい食事。どれも
色鮮やかに記憶に残っていました。またいつか行こうと思いながら、静かにベッドに入りました。旅の終わりと日常の始まりを感じる夜でした。外では秋の虫の声が静かに響いていました。